マルト田んぼ第6弾城造り編ということで、パート51からパート60松本城の再現建築をしてきました。今回の10話はだいぶボリュームが大きいので、早速見ていきたいと思います。パート51石垣を作るでは、この天守軍が乗る石垣を作りました。この角度がですね、なかなか再現するの難しかった場所ですね。お堀ができるとまたこちら側のね石垣は雰囲気が変わるんじゃないかなと思います。天守軍が乗る天守台ですね。この部分もパート51で作りました。特に大天守の乗るこの石垣、1000トンあると言われている大天守を支えるために、この石垣の中に16本の柱がね埋まっています。地盤が弱い土地ならではの工夫ですよね。早速城内に入っていきましょう。パート53で作った渡り櫓から松本城は入城します。渡り櫓の地階と1階ですね。こちらから左手に行くと大天守につながっています。今回は右側の乾小天守から見ていきたいと思います。耐震の問題で入場制限がされる前は、松本城の順路はこちら乾小天守からだったんですよね。というわけで、当時の順路通りに乾小天守の1階から見ていきたいと思います。乾小天守の柱は表現するの難しいんですが、丸太柱が多く使われています。大天守と違って丸太柱が多いことで、設計者が違かったんではないかとも言われている建物です。本来であれば出し桁と呼ばれる屋根を支える柱が内側に突き出しているんですが、今回ね再現しきれていないんですよね。いずれもしかしたら修正入れるかもしれませんね。2階に行ってみましょう。乾小天守の2階は縦格子窓があることでとても明るい階になっています。この2階から3階の壁が見えてるんですよね。こちら側は渡り櫓の2階部分ですね。3階に行ってみましょう。ここから先は一般公開されている時もなかなか入れなかった場所ですね。外から見ると見ることができない3階の部屋です。3階から4階は本来ははしごを使って登っていきます。ということで乾小天守4階最上階ですね。乾小天守の最上階は花頭窓が北と西にあって格式高い部屋になっています。花頭窓の下には枠を花壇だけ入れていますね。上段を開けていることで外の景色が見やすくなっています。北側は本丸がだいぶ出来上がってきてるんで、ここからの眺めもだいぶ昔の景色に近づいてきているんじゃないでしょうかね。まだ馬場とか作れてないんで全然ですが、いやー、本丸御殿の一部が見えるのいいですね。乾小天守の最上階は天井が低いので屋根の構造がよく見えますね。2階から大天守に向かいたいと思います。渡り櫓の2階には湾曲した柱があります。動画でもお話ししてますね。配信でも何回か取り上げた通り、この湾曲した柱のおかげで
松本城は地震などのね圧力から耐えることができているそうですね。自然にできた曲がりを利用する昔の人の知恵はすごいですよね。渡り櫓の2階から大天守1階に来ました。ここから渡り櫓のね1階にもつながっていますね。大天守1階は武者走りを回る形になります。この一段低い場所ですね。ここに1階から2階に上がる階段があるのですが、松本城を見るときのね順路はこちらになりますね。この武者走りを歩いて2軒にまたがる大きな石落としだったりね、縦格子窓なんかもね見ることができます。南側の武者走りですね。松本城の天井は目隠し板が張られていますね。こんな感じでギザギザになっています。この目隠し板の上に床を張ることで建物をね丈夫にしているみたいですね。南側の突き当たりには辰巳櫓へ行く入り口がありますね。ここから先は江戸時代に増築された建物ですね。パート53ではこの壁を塞いで戦国時代の松本城を再現していましたね。ここの扉は片扉になっています。こんな形でね。なのでハーフ床なのでちょっと下が浮いていますが、こんな形で再現しています。2階に向かいましょう。大天守2階は3軒続きの縦格子窓、こちら側ですねと、南側に5軒にまたがる縦格子窓があって、とても明るい階になっています。大きいですよね。5軒続きの縦格子窓、南側の景色を一望できますね。西側にも縦格子窓があります。北側は渡り櫓があるので一面壁になっていますね。3階の階段がここにあります。ちょっと日暮れが気になるので1回夜をまたぎましょうかね。2階から3階に続く階段は幅が広いですね。松本城の中で一番広い階段になるんじゃないでしょうか。乾小天守と同じく3階は窓がない階になります。ただ大天守は千鳥破風の下側の部分から明かりを取れるようになっているんですよね。天井が低いこの部屋は有事の際は避難場所としても使われる予定だったそうですね。ここが千鳥破風の下部分になりますね。ここから明かりが差し込んできています。この3階部分の右端には実は階段があるんですよね。順路はこちらなのでこちらから登っていきたいと思います。松本城4階ですね。有事の際には城主の部屋になった場所がここですね。天井が高くとても格式の高い部屋になっています。実際は御簾が垂れ下げられていて中が見えないように、なっていますね。籠城することになった際にはここに畳を敷く用意もあったそうです。
ここには3階の吹き抜けがありますね。何のためにあったのかはよく分かっていません。城主が居室として使う階なので、窓が多く明るい部屋になっていますね。ここが千鳥破風の入り込み間ですね。3階の千鳥破風花壇の上部分になります。ここから下がつながってるようになっていますね。隙間が空いてるんですよね、この千鳥破風。大天守の4階でした。天井高いですよね。松本城の中で2番目に高い天井になっています。5階に向かいましょう。この階段なんですが、今は1本の階段になっていますが、昭和16年当時はここに踊り場を設けて傾斜を緩くしていたみたいですね。なので昔に近いのはこちらの階段かなと思い、昭和16年当時の階段を再現しています。大天守5階にやってきました。こちらは有事の際に作戦会議室になった場所ですね。外から見た時に南北に唐破風が、東西に千鳥破風がある階になっています。ここから外の様子を伺っていたんでしょうね。大天守の5階が松本城の中では一番高い天井になっていますね。ここから屋根に出て屋根の補修工事とかをする場所みたいですね。6階最上階に向かいたいと思います。5階から6階に行く階段には踊り場が2箇所ありますね。上の踊り場は小部屋のような形で折り返しできるようになっています。大天守最上階です。見晴らしがいいですよね。本丸ができるとお城っぽくなってきましたね。北側には26夜の神が祀られていますね。大天守の屋根はテコの原理を利用した羽木造りになっています。実際には20本の羽木を使って屋根を構成したそうですね。さて2階まで戻りたいと思います。大天守2階から辰巳付櫓に入ります。辰巳付櫓にも花頭窓がありますね。時の将軍家光公を迎えるために作られた建物ということで、格式高い建物になっています。ここから月見櫓につながりますね。辰巳付櫓の天井は出し下駄作りを再現しています。乾古天守では再現できていない作りですね。こんな形で屋根を支える出し下駄が内側に飛び出している、そんな作りですね。
月見櫓です。月見櫓は綺麗ですよね。天井もしっかり朱色に塗られている建物です。船底天井と言われる天井ですね。外は朱色の羽甲欄、本丸御殿が一望できますね。東側から昇る月を見るための建物です。建物ができると壮観ですね。この扉はマイラドと呼ばれるすべて外せる扉になっていますね。パート55では本丸御殿跡ということで、今の松本城と同じように本丸御殿があった場所に丸石を置いて再現しました。表御殿、奥にあるのが奥御殿ですね。パート56ではこれら本丸御殿の基礎を作り、その後にねこの表御殿と奥御殿を作ったわけですが、今回ここを説明し始めると1時間超なりかねないので、今回まるっと探訪第6弾前編後編分けたいと思います。本丸御殿の中があまり案内できてないのでね、詳しい説明ができていないので、次回まるっと探訪第6弾後編でこの本丸御殿の内側をご紹介したいなと思います。こうね、新しく建てた建物とかもあるんですよね。パート60以降に追加した建物などもあるので、そちらもね合わせてご紹介しつつ、バージョンアップで追加された新要素も取り入れているのでね、そちらもご紹介できたらなと思っています。というわけで、まるっと探訪第6弾前編いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。